皆さん、明けましておめでとうございます。昨年の後半は、当チャンネルあまり活動できませんでしたが、年明けからはそろそろ本腰を入れて活動したいと思います。そこで今回は当チャンネルがどのような株式投資のデータ分析を行っているかまとめたいと思います。年末にですね、株リアルライブさんという約20万人登録の超巨大なチャンネルの方が私めの弱小チャンネルをご紹介していただいたということで、新たにご覧いただいている方もいらっしゃるかと思います。基本的にはこちら4つの柱となる分析、それに加えて随時相場環境であったり突発的な事象をデータの面からご紹介しているチャンネルとなります。そしてこれらのテーマを週1、2回回していくことで動画を配信していこうと思うわけです。つまり各テーマ、柱となるそれぞれの分析会というのがだいたい月1回ずつ回ってくるというようなイメージですね。それでは各テーマでどのような分析を行っているか簡単にご紹介したいと思います。まず一番はじめ、小型株の需給分析。こちらのチャンネルでは一番視聴者の方が多いと思われますが、こちらとある銘柄が一度吹き上げて戻っていく様ですね。24年の年初ちょうど1年前、大きく株価が吹き上げた銘柄となります。こういった銘柄をですね、先回りして発掘していこうという分析になるんですけれども、どのような手順で行っているか3段階あります。ありますというか、今後は3ステップで分析していきたいという改良を加えたわけですね。具体的には、個人投資家が主に信用買いを行ってくるような小型株。これをターゲットに、まず第一段階として株価が少し上がり始めるタイミング。ここで起きる現象というのは、実際の適正価格からの乖離ということで、マーケットで期待先行で買われ始めているような銘柄ということですね。矢印は上がり始めている麓を指していますが、もう少し手前、半年ほど前、2023年7月頃に上がったタイミングでも評価していいかもしれません。こういった上がり目のタイミングで期待先行して買われているような銘柄というのは、ある一定水準を超えてくるとですね、空売り、機関投資家に目をつけられ始めます。つまり現状の株価は期待先行であって、実態とはだいぶ乖離しているので元に戻るんではないか、期待が剥落するのを狙って空売りに入ってくるわけですね。しかしそれでも買い需要の方が大きい場合、さらなる個人投資家の買いの勢いというのが高まる局面、あるいはですね、小型株の中でもトピックスに採用されているような銘柄ですと、特に機関投資家といっても空売りの方ではなく ETF や年金運用を行っているようなロングオンリーの機関投資家ですね。こういったところは買いで入ってきますので、こういったところも絡んでくるような銘柄の場合は非常に面白い相場展開期待できるということですね。そうすると非常に株価吹き上げていく過程ですが、個人投資家の方は上がっていく過程の中では非常に好調なポジションということで、ウハウハな状態ですけれども、先ほど信用買いと少し申し上げました。小型株の場合、信用買いされる方が結構いらっしゃると思います。その株券というのは実は証券会社名義で持っている株券をポジションの損益だけ投資家に還元しているという形ですので、株券自体は証券会社が貸し出しを行っていく、その貸し出し先というのが空売りを行う機関投資家なわけです。そしてこの好不調マークの通り、個人投資家は益が出ている。一方で、空売りの機関投資家が損をしているような状態。この状態で株券の需給が逼迫していて、個人投資家が株券を返せと利益確定するというような動きが起きてくると、同時に空売りの機関投資家は損失確定になってしまいますので、株を返すことができない。つまりは株価が吹き上げるトリガーとなるわけです。この3ステップを各銘柄で見極めることで、吹き上げが近い状態にある銘柄というのを発掘できるんではないか、そういった企画となっています。それでは3ステップでそれぞれどのような指標を見ていくか。まず第1段階、適正価格からの乖離。これは PER や PSR といった指標。株価が割高か割安かを判断する指標。この相対比較と銘柄自身の変化幅というのを確認していきたいと思います。続きまして、期待剥落狙いによる空売り機関投資家の状況というのは、大量保有報告による空売りポジションの数量変化。そして最後に3段階目の需給が逼迫しているかどうかという要因。これに関しては従来通り行ってきた出来高であったり、信用売買の数量変化というのを半年タームでトレンドを見ていくというような分析になります。具体的に例をご覧いただきますと、まずは PER や PSR といった指標、アンダースコア Z となっているところ、ユニバースにおける標準化を行った数値となりますので、
このオレンジや赤の棒グラフとなっているところが大きくオレンジの方に出ている、つまり正の数になっているものが非常に割高ですよという見方になってきます。そしてそれより右側、プライスなんちゃらと書いているところ、そしてその変化幅一番右の列ですけれども、PER や PSR が計測されたタイミングから直近の株価ですね。これがどれぐらい変化しているかという指標、つまり PER や PSR が割高でかつさらにそれよりも高い株価に足元動いてきていますよという銘柄が第1段階としてピックアップされるわけです。そして第2段階として大量保有報告、例えば住石ホールディングスの直近の空売り状況をご覧いただきますと、空売り期間と書いているところ、モルガン・スタンレーや JP モルガン、ゴールドマン・サックスと証券会社が入っていますが、これは証券会社が借りてきて、その裏で空売りの業者がポジションを取っている。つまり、空売り期間が仲介している証券会社が入っていることが多いですね。たまに大きな機関投資家が一つ単体でポジションを取ると、その名前が直接入ってくることもあります。この数量の変化というのを日時で追っていくというような形。そして、ポジションが構築されたタイミングから直近のところまでのパフォーマンス、リターンというのが一番右の列にありますので、空売りの機関投資家が現時点でどれぐらいの損益を当該銘柄で被っているのかというのが推計されるわけです。これでですね、空売り機関投資家が苦しい状態にあるのかというのをある程度把握できます。そして第3段階として、信用売買、空売り比率の膨れ上がり方というのを分析したもの。これが従来ご覧いただいていた方、何度かお目にしたことあるかと思いますが、空売り、信用売りの比率が左側、そして右側が信用買いの比率、そして購買であったり金利を取っていますが、これは何を示しているかというと、半年間の中でトレンドを取って足元、そのトレンド以上にポジションの構築が加速しているかどうかというのを見極めたものです。例えば、空売り比率で高いもの、一番下のトラースオンプロダクト、さらにはアイビスといったところが空売りの比率が伸びている。そしてこのトラースオンプロダクトという一番下の銘柄、実は第一段階の割高指標のところにも一番下に出てきていたので、この銘柄もうすぐ吹き上げるんではないか、あるいはもうすでに吹き上げ始めてるんではないかと、そういった捉え方ができるわけです。今ご覧いただいたそれぞれの項目、図で示しますとこちらですね。0より上側がオレンジ、空売りの比率、流通株に対する割合ですね。一方下側、水色の方は信用買いの比率となっています。これがですね、過去ご覧いただいていた動画でも足元行くにつれて拡大している銘柄というのが吹き上げる傾向ありますので、約半年間のトレンドを取った上で、直近の理論値と実際の比率、この差が大きいものというのが足元でポジション構築加速しているなということですね。これで約2000から3000のユニバースの銘柄で需給逼迫による株価の吹き上げが期待できるものというのをピックアップしていく。実は約半年間この企画を止めていたんですけれども、それまでの成績というとこちらということで、それなりにいい銘柄が選べているんではないかということで、こちらのチャートも今後更新していきたいと思います。それでは柱となる分析の2つ目のテーマ、指揮法、決算分析ですね。何しろ決算データというのは膨大ですので、いろんな分析方法がアイデア出てくるたびに進化させていきたいというようなテーマですね。例えばご覧いただいているように指揮法というのは四半期決算ごとに出てくるわけですね。ですが皆さんご存知の通り大体3月決算の銘柄が多い。次いで12月決算。そうするとここの上に乗ってくる数字というのは、その決算期におけるそれぞれの積み上げされた状態の数字ですね。当チャンネルで考えたいのは、決算期ごとの積み上げデータではなく、差し引きして、その四半期においてどれぐらい稼いだかというのを探していきたい。ですので、各指揮法のデータを前期の分で差し引いて、どれぐらい稼いでいるか、数字が伸びているかというのを、このようにですね、1期ずつローリングしていく形で4期分足す。そういったデータを分析の対象としていきたいと考えています。なぜかと言いますと、いち早く四半期ごとのトレンドの変化というのを捉えたい。後ほどグラフにして可視化していきますけれども、そのトレンドの変化というのが大きな銘柄というのは業績が足元で伸びてきているというような評価を行っていくわけですね。この四半期ごとの差し引きしたデータをローリングして4期分足すという作業を2010年から今後2025年3月期のデータなども含めていきますが、約15年程度のデータを行っていくという分析対象のデータになっています。可視化するとどのような形になるか、例えばこちらトヨタ自動車の四半期ローリングデータですね。青の線が売上高、左軸で赤の線が営業利益、右軸になっています。そして横軸0期目というところがですね、先ほど申し上げた
期間のスタート、2010年の第1四半期から4期分足し上げているもの。そして直近のところですね、だいたい60期目になってきますけれども、2024年度の第3、第4四半期と2025年度の第1、第2四半期分、直近のところの4期分足し上げているデータですね。例えばですけれども、これ直近のところ見えてないグラフの状態で、それぞれのトレンド、近似直線を引きますとこういった感じ。これに対して足元のところ非常に売上高あるいは利益が伸びましたねとなった時に、再び近似直線を引くとこのように引き上がってくるというわけです。足元で好調な銘柄ほどこの大きな近似直線の角度の変化が得られるというふうに考えているわけですね。この直線の角度の変化というのをチャートにしたときにこちら、トレンドとしては同じようになりますが、足元大きな伸び率がグラフ上出ていた割には、角度の変化という意味では、結構 10% 程度のところを横ばいに動いている。つまり業績の成長変化率という意味では、当倍の割合で伸びてきているという順調な状態を示しているわけです。これがですね、さらに大きな成長を示しているような銘柄ですと、こちらの角度の変化を示したグラフもどんどんと右肩上がりになっていくわけですね。そして今ご覧いただいた分析を数値化して表にしたもの、各銘柄で比較したものがこちらになります。売上高のトレンド、営業利益のトレンドがどれぐらい変化しているかというのを差し引きして大きなものをご覧いただいている形ですね。こちらは一番右側の時価総額の区分が5000億以上の大型株に絞っておりますので、こういった大型小型の区分分けによって注目の銘柄というのを探していくというようなことも行っております。また、四季報の分析においては、四季報上に示されるニコちゃんマーク、前後比、増額であったり減額、そういったところを数字上でピックアップしてご覧いただくというようなご紹介もしております。ご覧いただいているのは逆に小型株中心のリストですけれども、ニコちゃんマークが2つ以上出ているような銘柄、そして会社予想比で保守的な銘柄なのかどうかというのもご覧いただける形となっていまして、よく巷で四季報を見るときにはニコちゃんマークの数を数えろというような、非常に手でやると大変そうだなというような指南をされている方もいらっしゃいますが、こちらのチャンネルでご覧いただければ、ニコちゃんマークというのは一定以上の割合で変化率が大きいもの、ピックアップしているに過ぎませんので、表にしてリストでご覧いただくのが一番楽ちんかなと、そういったメリットもご提供できればと思います。あとは気になる銘柄というのをピックアップして、四季報データでグラフ化したものというのも合わせてご覧いただくような形をとっております。それでは柱となるテーマ、分析企画3つ目は指数イベントですね。こちらに関しては機関投資家がトピックスであったり日経平均で銘柄入れ替えを行う際にどのような需給圧力がかかるかご紹介しているテーマです。例えば、とある月末矢印のタイミングでリバランスが行われるとします。そうするとですね、ETF であったり年金運用、投資信託といったロングオンリーのファンドが指数に従って大きく銘柄の売買を行ってきます。ETF や投資信託はそこまでタイミングのずらし方はありませんが、特に年金運用、GPF、こういったところは先んじて売買を行うことによって多少の利ざやを狙おうとしてきます。ということで、この矢印のタイミングよりも前倒しである程度行ってくるということを考えてきますが、結局この株券を調達する、あるいはさばいていくというのが証券会社の役割となってきますので、どれぐらい証券会社が先んじて動いてくるかというのが肝になってくる。そしてその裏には指数イベントによって利益を稼ごうとする投機筋というのもいるということで、その動きにも合わせて証券会社は仲介を行ってきます。そうするとですね、この矢印のタイミング、リバランスよりも後ろで余った株券あるいは残ってしまったポジションというのを証券会社がさばいてくるという可能性もあるわけですね。ですのでイメージしますと、事前に動いてくる割合8に対して事後に動いてくる割合2と、あるいは7、3ぐらいですかね。こういったイメージで指数入れ替えによる銘柄需給のインパクトを見ていくと、そういった分析テーマになっています。そしてそれぞれの銘柄において一定の出来高、これでどれぐらいの株価が動くかというのも合わせて計算しています。具体的なインパクトの計算としては、出来高に対してその日の高値から安値にかけてどれぐらい動いたか。例えば1万株の出来高に対して10円動くのであれば、1円動かすのに1000株必要と、そういった計算方法になります。具体的にはこちらの日、非常に出来高大きいですけれども、値幅としてはそこまで大きくない。一方でこちらの大きく下がっている日に関しては、出来高が半分程度ですけれども、値幅は
この日の方が大きくなっています。これをですね、一定期間とって平均すると、そういった形で指数イベント入れ替えによる出来高発生数というのが推測されますので、どれぐらいの株価インパクトにつながるかというのもご紹介しているということですね。簡単に例をご覧いただきますと、こちら、とあるリバランスで売りになってくる銘柄というのをご紹介しています。推定の取引株数と平均出来高で推定の取引株数を割り算した日数換算データと一番右側の推定変動というところは、先ほどの出来高と株価の関係性を用いて株価に対するインパクトを計算したものとなります。また皆さん非常に注目の指数としては日経平均の入れ替えがあるかと思います。225銘柄の流動性低い銘柄を除外して、新たに日本を代表するような大きな銘柄に成長したものを入れていくという、最大で3銘柄ずつ半年3月9月に行われるものですね。ご覧いただいているのは前回の入れ替えで予想されていたもの、良品計画であったり野村総合研究所といったところをリストアップしておりましたが、これがどれぐらいのインパクトになるか、あるいは確率としてはどれぐらいの期待値なのかというのをご紹介しております。そして最後4番目の分析テーマですね。証券会社のレーティング。こちらに関しては皆さん日々銘柄に対して証券会社が売りあるいは買いといったようなレーティングを行っているのをご存知かと思います。さらにはこのレーティングによって皆さんがお持ちの銘柄に恩恵あるいは被害を被ったこともあるかと思います。なんだよこの証券会社、こんなレーティング今このタイミングで出すなよと怒りを覚えることもあるんですけれども、当チャンネルではこの証券会社のレーティング、これに加えて先ほどご紹介したような空売り期間のポジションというのが絡んでるんではないかと、そういうふうに考えております。それぞれ証券会社のレーティングはご覧のような表現右側でされていますけれども、それを左側のプラス2からマイナス2の方にすべて同一化した上で分析を行います。そうするとですね、例えばとあるタイミングで各銘柄の空売り株数変化率を取ったときに、アサヒやアシックスが空売り比率伸びていますねという状態。一方で空売りが解消されているような銘柄は下の方、資生堂やレーザーテックといったところ、こういったところ買い戻しに動いている傾向ありますねというようなリストアップがされます。そしてこのタイミングでそれぞれの証券会社のレーティングが各銘柄どのように変化しているかというのを見るわけですね。例えばとある銘柄で JP モルガンあるいは三菱 UFJ モルガンスタンレーといったところが空売りに仲介入っているようなタイミング、これがマイナスの方に一番右側増減率出ていますので、買い戻しに動いているというような傾向ですね。9月の20日であったり10月の3日に大きな買い戻しを行っています。そして当該銘柄の証券会社のレーティングご覧いただきますと、モルガン MUFG2750 円から3400円に引き上げを行っています。これが10月7日ですね。これ株価チャートに落とし込んでみますと、9月の20日や10月の3日といったタイミングで大きな買い戻しを行っている。チャート上は比較的谷をつけているタイミングで買い戻しを行っているわけですね。当然安い価格で買い戻しは行いたいわけです。これを行った後に10月7日、レーティングの変更を行ったということで株価が一段と上がった。これは買い戻しが処理されてからレーティング引き上げを行ったんではないか。さらにはその右側、再び株が下がっていますので、一旦引き上げておいて再び空売りのポジションを立てているんではないか。そういった考え方をするような分析になります。こちら4番目のテーマということで、まだ深掘りできるような分析手法もあるかと思いますが、一旦ご覧のような分析方法で各銘柄における証券会社のレーティング変更をご紹介していければと思います。ということで長くなってしまいましたけれども、2025年になりまして、再び当チャンネルでもたくさんの方にご視聴いただいて、少しでも株式投資に役に立つような知識やデータをご提供できればと思います。また余裕がありましたら、ライブ配信やメンバー限定コンテンツなども考えていきたいと思いますので、今週末には早速一番上小型株受給のデータ更新ご紹介していきたいと思いますので、よろしければチャンネル登録していただければ幸いです。それではどうぞ本年もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。